皆さんこんにちは。今回はこちらの刺し子付近が完成しましたので、まずはその報告で、その後に最近、進捗状況ですね、刺し子の進捗状況を記録しておく手帳を新たにつけ始めたので、その話をしようかなと思っています。よろしくお願いいたします。はい、ではまずは刺し子のこちらの完成の方からですね、こっちのお話からしたいなと思っています。もしかしたら中には、この模様を指していたのという方がいらっしゃるかもしれないんですけれども、こちらはですね、私がライブ配信で、ずっと刺し子をしていた付近になりまして、最近それがね完成しましたので、こちらの収録動画の方でも見ていただこうかなと思いました。でまずはライブ配信の説明になるんですけれども、本当に最初に始めたのは今年の3月30から始めていて、平日不定期で6時半から7時までの間にやっています。で一つ模様を決めて、それをただただライブ配信で流しているというライブ配信になっています。で最近こちらの付近を差し越していまして、時期的に言えば4月24日からこちらの模様を刺し始めました。で刺し子部分、刺し子部分が刺し終わったのは7月3日になります。でそこからですね、例えば洗ったりとかアイロンをかけたりとか糸端をこう切っていくみたいな最後の仕上げだけを、私の宿題とさせていただきまして、それがこのように完成しましたということなので、見ていただこうかなと思っています。まずは全体的に見ていただきますと、このような感じになっていまして、はい。でひっくり返しまして裏から見ていただきますと、このような感じになっています。はい、こういう感じですね。はい。で針目の方を見ていただきますと、もうあれですね、典型の一目指しの麻の葉模様ということで、細かい麻の葉模様が敷き詰められています。はい、だいぶですね刺し応えがある模様だったなと思います。そして一目指しですので、裏側が全く違った模様に浮かび上がってくる、そのあたりも非常に面白いポイントだなと思っていまして、裏側はこのようになっています。で難しかったところ、今思うと大きく2点かなと思いまして、一つはやっぱり裏側のこの接点の部分ですね。こういう接点の部分に関しては、私収録動画では例えば柿の花、十字花刺し、そちらの方を収録をとって、話している中においても、このねいかにこの接点がくっついて模様がきれいに浮かび上がるかなんていうことをね考えながら差し越していったんですけれども、とはいえ運針も楽しみたいっていうところがあって、毎回そのバランスがね難しいなと思いながらですね、はい、今回もそのあたりで裏も綺麗に出てはほしいけれども、やっぱり運針を楽しみたいっていうところのそこのねバランスをまだまだ手探りですけれども、はい、やっていきました。でこのように完成しました。でそれが一つ目のね裏の設定の部分が難しかったポイントで、もう一つはこれも裏になるんですけど、この模様の外枠にかかるここのね最後の際をどこまで刺すかっていうところが悩みポイントでしたね。はい、こっちはこういう感じで。で例えばまだねこっちとこっちはまだですけど、特にそうですね、こっちよりもこっち側かな、難しかったというか悩んだというか、特に最初の指し始め、まだこの模様が始まりましたみたいな段階の時って、こんな風に六角形になってないわけですよ。当然ながら全然針の糸がねここが渡っていないので、そうなると最初、この
縦のラインですね、そこから始めていったんですけど、最後ここの裏をどこまで刺すかっていうところですね。表に関してはもちろんもうすでに印刷されている部分があるので、その通りにやればいいだけなんですけど、そこまでいった最後のこの際ですね、この際の裏の張り目をどう出すか出さないかっていうところですね。だからやりようによってはここをなく刺さずにこの六角形で終わらすこともできるといえばできるんですけど、それってでも今ここにこういうふうに模様が浮かんでるから、あ、ここがこういうふうに六角形になるのねとかって分かった段階で、じゃあこっちがなくてもまあまあまだ良かったのかなどうかななんてね考えが及ぶんですけど、最初って当然ここがないからただの点々だからね、ここの例えば最後のここの一目ですね、ここの一目が何の一目なんだろうみたいなのも分からずにね、今だったら六角形のこのつなぎ目というか次のね六角形に行くところのここのちょっとしたね線なんだっていうの分かるんですけど、それも分かんないから、これがどこに当たる部分なんだろうなんていうこともね分からないままにね、初めてでしたのでこの模様を差し子するのが。なのでそのあたりが本当にこれでいいのかなどうなのかなみたいな、これどういうふうに模様としてこの端っこのとこ出てくるのかなとか、あとどうしてもやっぱこの一目ちっちゃいから抜けるんですよね。3箇所か4箇所くらいこれ刺さないまま次の列に行ったりとかしてっていうのもあって、それで、縦の時は過ぎちゃったから、ここの例えばここをね抜かしてしまったとして、この斜めのラインですよね、斜めのラインで近くを通った時にちょっとだけここをね抜けたところを付け足してあげてみたいなこととかで、なんとか全部統一するようにはさしました。ライブ配信ではもうそれも全部映ってます。そうですね、ライブ配信と収録動画の違いって、一般的に言えばもちろん今は収録をしてそれで編集して出す。一方ライブ配信はもうリアルタイムで配信されているのでみたいな違いはもちろんあるんですけれども、内容的な私の場合の違いとしては、収録動画のこっちの収録動画ですね、今撮ってる方はそれでも差し子はしてますけど、霧のいいところだけ映してるんですよね、要所要所で。で次の、ところに霧のいいところに入るまで、じゃあここ残りのねこの部分は次回までの宿題にしておきますというような言い方で収録動画の方は撮っているですけど、一方でライブ配信、私の場合のこの差し子のライブ配信はもう全部ひたすらこれが差し始まって差し終わるまでの少なくとも差し子部分ですね、差し子部分に関する流れは全部そのまま配信してるので、さっきも言ったここのね抜けたところも映ってるし、あと途中で斜め行った時にここをね空いてたところを埋めていったっていう流れも映ってるっていう感じですね。はい、すいません脱線しましたが、なのでこの、麻の葉をやって難しかったところは裏のこの接点の部分と、あとはこの裏の際をどこまで差し子するかっていうところを悩んだっていうところですね。はい、でも一回一通り刺してみたので、次もし刺すんだったらある程度予測がね立って、それはそれで一つの勉強になったなと、経験になったなっていうふうには思いました。いずれ方眼線を引いて、そこからこの模様を差し子するのが、いずれの私の目標かなという感じでは思っていますので、それの途中段階としてはまずは印刷されているものから差し子して、それで一通り、完成までできたので良かったなと思ってます。はい、以上がこの、こちらのライブ配信で差し子をしていた完成した付近の話になっています。はい、では次はですね、こちらの最近私が記録をしている、進捗を記録している手帳の話をしようかなと思っています。ライブ配信を見ていただいている方にとっては、はいはいはい、あの手帳ねみたいなことかと思います。7月1日から私ライブ配信をした
最後の方でその日ライブ配信をしたら丸シールをつけるっていうのをね毎回やっていて、それの時に使っている手帳がこちらになっています。はい、でまあ後でおいおい説明しますけど、ざっくりどんな風にやってるのっていうのだけ見ていただきますとこんな感じですね。はいはい、こちらはあれです。すぐパッと開けるようにここに留めていたクリップです。すっごいこれが気に入っていて、もしかして今日はこの話が一番多いような気もしてるんですけど。はい。ぜひ6種類ね、ありますから。色違いの6種類ありますので、お好きな柄の猫ちゃんを、はい、ぜひ見てみてください。はい、私はこちらの、色を選びました。うちの猫茶色なんですけど、茶白なんですけど、茶色のね、これ猫ちゃんもいるんですけど、なんか雰囲気的にこっちの方がね、なんか似てる感じがあるなと思ったので、はい、そういうただただ感覚で選んでみました。すいません、脱線しました。さっき丸シールをつけてますなんて言ったんですけれども、それはね、ここの部分になりますね。はい、なので今日は手帳の話っていうよりも、今日メインで言いたかったのは1ヶ月を俯瞰してこういうふうに記録してますと、進捗を記録してますっていう話をしたかったのです。なので手帳の話というよりはここのページの話と思っていただければと思います。はい。で、ざっくり言っていくと、ここがライブ配信の記録をするゾーンになっておりまして、ページ全体で言うとここに日付が振ってあるんですね。今月7月で、ここの一番左に日付が振ってあります。で、なので7月1日の欄としてはここを横に見ていくっていう感じになります。でもこれは使い方はもちろんねいろいろなんですけれども、なんとなくうっすらね分割されてるんですよ。7月1日ゾーンがあって、ここがこうね7月1日ゾーンを記録していけるんですけど、まず左ページに関しては縦に線が入っているので4分割されているんですよね。一番左に関しては日付の分があるのでちょっと狭いですけれども、1234で、こっちは基本的に方眼の好きなように書けるページにもなってるんですけど、これ見た目でちょっとねうっすらこう入ってるんですよ。はい。透けて入ってる。で、これはなぜかというと次のページがブロックタイプのマンスリーになっていて、そのね四角の部分がなんとなくこう見えてるから、ここをね4分割にもできるんですよね。はい。なので使いようによっては123456788縦に8分割もできる。はい。で、私はどういうふうにしてるかっていうと、一番左側に YouTube ですね。YouTube の配信した日に丸をつけています。で、ここでちょっとしたタイトルね、朝の葉丸6って書いたんですけど、これは7月6日の金曜日、すいません、失礼しました。土曜日ですね。土曜日に私収録動画を撮っていて、今撮っている動画の一つ前の動画ですね。ここでね、朝の葉模様差しの方が完成しましたっていうご報告をしました。はい。で、その隣がライブ配信。なので丸ついている日がライブ配信をした日付と、ちょっとしたここにまた空間がありますので、私は模様ですね。7月の頭はまだ一目指しの方の朝の葉をやってたんですよね。さっき見ていただいた付近ですね。で、7月4日から方眼刺しに変わったんですよね。ここでこう切り替わったっていう感じですね。で、ここからずっと方眼刺しをやっている。で、少し突起事項あったらここにね書いているっていう感じになります。で、あと残りここをね何で使ってるかっていうと、私は並行して他にも差し子付近を差し子しているので、その模様を描いてますね。で、今他には3枚これを見るとね差し子していて、でここにこっちはね黄色にしたんですけれども、ここにも丸印をしていて、差し進めたらここにシールを貼っていて、ちょっと進捗のところをうっすらメモしたりして、ここのね朝の葉のピンク色のもうやってるんですけど、これがね全然今月になってやってないなみたいなのがねここが空いてるから分かるっていう感じですね。で、一応刺し始めた日を月またいでるので、6月何日からこれは刺し始めたっていうのをちょっとここに書いたりしています。
で、差し越した日に丸印をして、あと進捗の何か動きがあったらこのね余白に書いたりする、そういう使い方をしています。私は差し子付近ばっかり作ってるので模様名をここに書いてるんですけど、他のね、何を並行して制作してるかっていうのは皆さんそれぞれ違いますので、例えばここが差し子付近だで、ここが巾着で、ここがコースターでとか、そういうのもあるかもしれないですね。その進捗を書いていくっていうのでもいいのかもしれません。で、私は一番右が図案って書いてあって、ここに図案を書いた日とか、あと例えば下準備ですね、それをやったらここにも書いていこうかなと思ったりしてます。はい、晒しの下準備の方の進捗も入ってくると思うので、それは一番右側に書いていこうかなと思っています。でこういうふうに見ると、まずは今何を私は差し越しているのかっていうのと、どれくらいのペースで差し越しているのかとか、あとどこまで進んだかで、いつねこの作業に移り変わったかとか、そういうのが1ヶ月の見開きでこの1ページで分かるっていうことで使っています。はい、なので以上がこのページの使い方、こういう風な感じでやっています。はい、でここからはせっかくなのでこの手帳どういう手帳っていうのだけちらっとお話しさせていただくと、メイクタイムプランナーっていう手帳で、これ受注生産になってるんですよね。なので時期でここからここまでの間に注文っていう風にしないとなかなか手に入らない手帳で、なので1ヶ月の俯瞰で見たかったっていうのでもあったんですけど、私このページをね活用しきれてなかったんですよね。それもあって6月末にねふと思い立ったんですよね。ライブ配信を結構連続でやっているので、こういうのをシール貼ってったらいいんじゃないかなとか、そういうのを6月末に活用しきれていないっていうことも同時にあったので、じゃあこれ使えばいいんじゃない、そういうのにって思いました。でこれ1ヶ月ごとに1回ね見ていただいても大丈夫なページをちょっと探しますが、11月だったらいいですね。これ11月のページなんですけど、これがね一般的なブロックタイプのマンスリーになっていて、このブロックマンスリーとこれですね、さっきねシール貼っていたページなんですけど、これの11月バージョンなんですけど、こっちがねホリゾンタルマンスリーっていうらしいですね。はい、このメイクタイムプランナーの説明書きのところでこのページに何て言ってんだろうと思って調べてきたんですけど、はい、それが交互にあるので、私はまだブロックは使えたとしてこっちがね使い切れてなかったんですよ。それがあって今こういう感じにね使ってるっていうことですね。サイズはね英語のスリムタイプなんですよね。なので、ここは英語でこっちがね狭いんですよ。でメインの部分に関してはちょっとお待ちください。ここを見ていただけますか。はい、全然書いてない部分もありますので、こういう感じなんですよね。メインの部分はバーチカルですね。一日一日縦で時間が振ってあるから、ここに何をやったっていうのを書いていけるんですけれども、これの好きなのって私バーチカルではもちろん使えるんですけど、あまり横線で何をここに書くっていうのはそこまでは書いてはいないっていう。だけどなんとなくここ色がね背景違うから、例えばですけど、ここには日中の行動記録で何かのその日のあった特記事項を書いて、で私の場合はですね、これちょっとした家計簿的なことも兼ねてるので、食材ね買いに行ったりとかしたらスーパーの名前書いていくらとか、こういうとこにね、それはねこういうとこに書いてるんですよ。ほらスーパーとかここでねこの辺りの時間で行ったとかって書くから、ここに書いてもいいんですけど、お金のことまで書いちゃうと全部ねごちゃってなっちゃうから、それだけはねこっちにもね書いてるんですよね。で月ごとで何か引き落とされるようなものとか、スマホ代とかああいうのはここにメモったりしてます。はい。これはちょっと余談なんですけど、そんな風に使うような手帳なんですっていうことですね。で
なんかこういうのって、これね、だから例えば普通だったらね、文房具屋さんに手帳コーナーって、時期によったらわーっとあるじゃないですか。あれで並んでたり他の手帳だったらするんですけど、これ受注生産なので並ばないんですよね。で似てるんで言えば自分手帳さんですよね。あれもバーチカルなので似てるといえば似てる感じです。私はなんかやっぱこのデザインがほんとシンプルで、この線の薄さも好きなんです。自分が書いた時にあまり主張しすぎないっていう、これも好きなので使っています。でも自分手帳さんよりは少々お待ちください。これ自分手帳も持っているのですけど、前に下敷き買ったことがあって、これなので下敷きなので自分手帳サイズなんですけど、こうやってね挟んでみるとね出るんですよ。だから自分手帳よりはちょっと細めっていう感じになりますね。はい、そういう手帳でございまして、じゃああとねあとですね、あれです。他のね代わりにこのノートも使えるんじゃないかっていうのは後ちょっとご紹介しますのでいやこれなかったらそれできないじゃんってなるなと思ったからこういうのもどうですかっていうのはおいおい話していこうかなと思います。でこれね私最近はもうずっとこれ使ってたので、表紙のページをですねこんな風にね、これ A4 のもう紙です。これをね挟んだりしてね、ちょっと雰囲気を変えたりしてます。でこれあれも売ってるんですよ。何ですかこれ、カバーか。カバーも、これ注文する時に一緒に注文して、これマットタイプの方なんですけど、はい、じゃあこれをねちょっとね今からねつけてみようと思います。はい、こんな感じになりました。さっきの紙をですね挟んで、でカバーをした感じになります。ここでね折り返しているのでA4 のスリムタイプなので、ここの部分でね折り返せるんですよね。こういう感じですね。こういう感じに、ね、なってますので、私はもう本当にシンプルに深緑の紙を、色付きの紙を1枚ここに挟んでるんですけど、イラストのね書いてあるものとか挟んだらそれはそれで楽しいんじゃないかなと思ったりしています。で私はこういうのをですねここにね挟んだりしています。こういう感じですね。であと何かシールとかそういうのちょっとここに挟んだりしながら、こちらの手帳を活用してます。でさっきのページが少々お待ちください。はい、ここがねさっきのページになってますので、こういう感じにねするとすぐね開けるのでこういう感じにして、でこれが最後のライブ配信の最後の方でねこれがこう登場しまして、でシールですね、はい、こういう丸シールを私はですね、これは100均セリアだったかな、ダイソーか、でもセリアだったような気がするんですけど、はい、すいません、ちょっと定かではなくて申し訳ないんですけど、少々お待ちください。はい、これですね、光っちゃうかなこう光らないようにこれだと大丈夫かな。はい、こういうので打てますので、これで色を決めましてこのように貼ったりしています。はい、でこれが私はもともと持ってたのでこういう感じに活用してるんですけど、こういうタイプのものだったら他にね手帳、今の時期手帳ってなかなか時期がねちょっと違うなと思ったので、私のね家にあるので、これでも代用できるっていうノート、今度はノートなんですけど、それもね一緒にねご紹介しようかなと思いまして、これ英語サイズのノートですね。これね英語なのでこう比較するとここはね、はい、この分やっぱりちょっとね出るんですよね。はい、縦は同じですけれども、はい、でこれ中身ノートです。これ手帳ではなくてノートなんですけど、どういうのかっていうと、ラコニックのスタイルノートっていうんですね。でこれシリーズになっていて、これはスプレッドシート
というノートになるんですけど、中身のフォーマットがもうたくさんあります。はい。で、少々お待ちください。中身はですね、そうですね、ここ最初のページのこれを見るとこういう感じに、これですね、こういう感じで、あと実際のページを見ていただきますけれども、こういう感じになっているので、同じような感じですよね。これ自分で日付を振らなきゃいけないんですけれども、これ322段32段あるので、12345って振っていけば1ヶ月の日数大丈夫ですので、それでこの縦の部分が線引かれているので、ここに何か項目ごとにねやっていけば、さっきのこちらの手帳でやったような同じことがこれでもできるななんて思いながら、たまたまね私持っていたのでこれでもできるなと思って、はい、ご紹介しようかなと思いました。で、実際のページを見ていただきますと、開いてみるとこのような感じになっています。こういう感じですね。なのでここに日付を振っていって、ここでねライブ配信ゾーンとか、YouTube 配信した時、あと何か刺し子の付近の模様なんか書いていったりとかしていって、これでも丸シール貼ってもいいですし、もちろんチェック入れてもいいですし、あとはこの空いてるところに何か動き突起事項を書いてもいいでしょうしっていうのに使えるかななんて思いましたので、はい、手帳以外でノートでっていうことでしたらこういうのもあるかなと思います。これね、ただこれもし使うんだったらカバーかけた方がノートでも表示が何もしなくてもこうつるっとしたタイプのものもあるかと思うんですけど、これってもうほんと紙っていう感じなので、もうこことかもだんだんね弱くへたってきますし気になる方はカバーをつけるといいかもしれないななんて思いました。で、これは縦にやっていくタイプのものでご紹介したんですけど、例えば他にこれ横で本当丸だけするとかチェック入れるだけとかだったらガントチャートでもいいんじゃないかなと思ったので、それのご紹介ということで少々お待ちください。私が持っている手帳の中でっていうことでねご紹介させていただくと、これ能率手帳ですね。能率手帳のいろいろ種類ありますので、でもこの能率手帳のやつってやっぱこれがね、もういわゆるこのガントチャート式なんですよね、カレンダーの部分が。でちょっと違いますけど、横にこうなってるのでちょっと違いますけど、本当にこの日やったよみたいなことだけだったらこういうのでもありかもしれないなと。ちなみに自分手帳にもこういう2ヶ月でガントチャート式のあるんですよね。自分手帳でしたら月間プロジェクトっていうページですね。それが当たるかなと思ったりします。あとはね、ロルバンダイアリーとかも確かこういうガントチャートのもあったような気はしています。これだったら例えばこれライブ配信とかでやって、あとここにねやった日をチェック入れていくっていうのでも使えますし、これ3本線しか引いてないんですけど、ここに点が打ってあるので、これを線を引いていっても好きなだけ作れますので、自分で線を追加することも可能なので、これは本当にチェックだけなんですけど、こういうタイプもあるかなと思ったので一例としてご紹介しました。はい、ということで今回は1ヶ月ですね。1ヶ月を俯瞰して、今月こういう感じのことをやったんだなっていうのを見開きで見れるページのページをご紹介いたしました。はい。最初は前半はこちらの完成しましたの刺し子付近の紹介と軽くライブ配信の説明、そして後半はこちらのさっき言った1ヶ月を俯瞰してね見れるタイプのこういう感じでね記録するのもどうですかっていうこういうのをやっていって、これだけ今月できたんだみたいなのを視覚的にね確認するっていうのもいいのかななんて思いました。私手帳の話なんか前
もね、違うタイプの手帳のもやったりするんですけど、その時のね状況に応じてどういう書き方がね自分に合ってるのかなっていうのをいろいろ考えたりするのも好きなので、その時によってねどれを使ってるか多少変わることもあります。最近はもうライブ配信を連続でするようになったので、これいいかもっていうふうに思ってこういう使い方をしています。はい、ということで本日の動画は以上となります。最後にそうですね、次回予告としては、それも前の動画でもお話しさせていただきましたが、次の動画からはあれですね、いつも通りの動画の収録になっていきますので、刺し子の基本の俵七法の刺し子をする予定になっておりますので、もしそちらもよかったら見ていただけますと嬉しいです。はい、ということで本日の動画は以上となります。もしよろしければチャンネル登録や高評価をしていただきますと、このように動画にする励みになりますので、よろしくお願いいたします。最後まで見ていただいてありがとうございました。